今回の動画はアルトワークスについてお話します。新型アルトワークスが2023年10月に開催されるジャパンモビリティショーに出る情報ですが、まさか。そんな情報は今のところないですが、ここでもし出してきたら一番脚光を浴びるのではないでしょうか。スズキはやっぱり裏切らなかったと株が上がるような気がします。そしてホンダにはもっと嫌気がさしてホンダ離れが加速と、ホンダ車を持ってるのになぜかアンチなんですよね。まあ妄想の話なので愚痴として聞き流してください。さて話は変わりますが、 100% 変わるわけではないが、アルトワークス購入への道の続きです。アルトワークスを探し出すようになったのは1年半前ぐらいからでしょうか。その時はまだアルトワークスというよりはもう一つ前の K ワークスだったんですが、アルトワークスが60から70万円台から買えるようになったので、カーセンサーなどで見るようになった。現在私の家庭には車が1台あります。新型ベゼルですが、保育園に娘を送り迎えするためにほぼ毎日ベゼルを使ってます。週末も買い物に行くために欠かせないベゼル。そうなると私が例えばどこか出かけるとなっても、ベゼルを使ってしまうと妻と娘が車で出かけられなくなってしまう。まあほとんどバイクで出かけることが多いんですけどね。でも雨の日になったら出かけられない。そこでやはりもう1台の車が欲しいとなり、アルトワークスに目をつけたわけです。駐車場は2台入るんですが、180cm の車が2台入るスペースはなく、普通車と軽自動車が入るのがやっとなんです。なので軽自動車を選んでるんですが、あとは維持費が安いからです。基本燃費も良いので必然的に軽自動車を選んでしまいますね。私はもともと S2000 に乗ってるだけありスポーツカーが好きなんですが、さすがに S660 やコペンは2シータなので実用性として買えないんですが、それ以外で買うとしたら36のアルトワークスが目につきます。他にも遊べて走れる車はあるかもしれないですが、2000年ぐらいの車ならあるんだが、旧アルトワークス、ビビオ RXR、ミニカ弾丸 ZZ、ミラ TRXX と過激な車なので興味はありますが、どれも古く、それでいて高騰しているので買いたいとは思えず、そうなってくるとできるだけ新しめな個体36アルトワークか K ワークスになってくるのです。K ワークスは2009年まで販売していたので、後期型ならまだ古いってわけでもなく、まだまだ走れるのかと思います。と言っても13年は経過してるので自動車税が高くはなりますけど、アルトワークスほど高騰になっていないので、安い個体だと20万ぐらいから買えたりします。狙い目ではありますが、最近では少しずつ相場が上がりつつあります。と言っても2年前ぐらいから少しずつ上がってると思います。程度の良い個体になると80、100万とかになりますからね。新車価格は140万だったかと思います。ナビをつけて乗り出し160といったところでしょうか。36アルトワークスが出てるのでそこまで高騰してはいませんが、 MT 車は希少なので36の次の新型アルトワークスが出ないとまだ上がりそうな気がします。アルトワークスは7ヶ月前でしょうか。 4WD の赤、事故歴なしで距離が11万が69万で売っており、それ以来 4WD でそこまで安い個体はまだ出てないです。条件としてはできれば 4WD、事故歴なし、距離は15万キロ以内、色は赤缶シルバー、値段は80万以下で探してました。これがなかなか出ないんです。まあ当たり前か。条件が厳しいかもしれないが、予算がないですからね。できるだけ安い個体を買いたい。売りに出されても北海道や九州だと下見に行けなかったりもありますからね。最近では 2WD なんですが、白の65万と赤の74万というのがありました。どちらも車検は1年半残ってたと思います。売ってるショップは G アフターなんですけどね。G アフターはお客から買い取って整備はせずにそのまま売りに出してるから安いです。なので確か保証もないですね。買ってから1ヶ月とか1000キロの保証もなかった気がします。その分安く買えるので、それがありな人は逆に安く済むので好都合なのかもしれないです。
白の65万は距離も11万ぐらいでドノーマルで下見する予定で予約したが途中で掲載が終了して問い合わせしたら売れてしまいました。やはり60万台だとすぐに売れてしまいますね。G アフターは下見しないで買うことはできず、必ず下見をした人でないと買えないみたいです。また74万のはかなりカスタムされている個体でした。ダウンサス、マフラー、両赤ローポジ君、車外 ECU、ターボタイマー、タイヤはネオバとこれだけで工賃込みで30万ぐらいかかってるのかと思います。タイヤのネオバはサーキットを走ったような減り方はしてなかったのでサーキットには使ってなく、普段乗りでカスタムされていたのかと思える。そう思うとお買い得車ではありました。実際にも見に行きましたが、ローポジ君は良いですね。ちょうど良い高さで運転できそうでした。マフラーは何のメーカーだったか忘れましたが、静かだったような気がしました。音はそれなりに大きい方が私は好きです。でもあまり大きすぎると近所迷惑になってはしますが、あとはやはり赤ってソリッドなので、なんか安っぽく見えるんですよね。現地に他のアルトワークスもあり、それがシルバーだったんですが、比べるとシルバーが欲しくなってしまう。他にフロントガラスに小さな亀裂、バンパーに擦り傷などがありましたが、安いのでしょうがないと思い、その日は契約しないで検討することにしました。G アフターって売りに出してから少し経っても売れない場合は必ず5万円安くなるので、とりあえずそれを待ってから再度検討しようと。74万だったら69万までは安くなります。それ以上は安くならず、売れない場合はオークションに流れます。そしてこの話は先月なんですが、売りに出されたのが8月の上旬で、お盆に入る前に契約しないと売却されてしまうと思い、急いで下見をしたが検討することに。そこから3週間ぐらいですかね。8月25日に再度どうなってるのかカーセンサーを見たら掲載が終了してました。誰かに売却されたのかと。まあ、欲しかったらその場で契約していたので。契約してないってことは納得してなかったので後悔はしてないです。また条件が合う個体が出るのを待つしかないです。今インターネットに掲載している個体で一番安いのは63万で売ってますね。事故歴があるが63万とかなり安いが、走行距離が16万近くと事故歴が気になる。事故歴と15万キロまでは行き過ぎなので条件外といったところでしょうか。最近では相場は上がりつつあるように思えますが、その分1年前よりも乗ってる距離も増えてるわけで、仮想校舎は安く売られてますね。なので60万ぐらいから買える個体もあるが、程度が良い個体を探すとなると高くなってきているので、買うなら早めの方が良いかと思います。ここから2年、3年と新型アルトワークスが出なければ相場はどんどん上昇すると思います。まずは10月に行われるジャパンモビリティショーに期待するしかないですね。